ビジネス出張3日目、ドバイで受け取った不気味な通知。ドバイ出張3日目、私たちが買ったばかりの40万ドルのスマートマットレスが冷たい通知を送ってきた99階の激しい振動を検知したという。画面を見つめながら私は眉を潜めた。夫のドミニックは地球の裏側、オーストラリアで講義中のはずだ。家は空き家であるはずだった。疑念街の中で渦巻き始めたその時、アプリがまた光った。マットレスは199階の強い衝撃を検知し、保護のため親密接触モードを自動的に起動したと表示された。ドムに電話しようと手を伸ばした瞬間、彼の新しい投稿が SNS のフィードに現れた。オーストラリアでのまた一日。妻が恋しい。忙しくも充実。シドニーのロケーションがタグ付けされた写真を見て、私は無意識にダブルタップした。そして、すぐに最初のアメリカ行きのフライトを予約した。1、私の最初の直感は、私たちが強盗に遭い、その上、泥棒が私のベッドで休憩するという無礼を働いた、というものだった。その考えに、嫌悪感で肌がゾッとした。しかし、親密接触のタイムスタンプと室内防犯カメラの映像を入念に照合してみても何も見つからなかった。侵入者の痕跡は全くなかった。骨董品、美術品、限定版のハンドバッグすべてがそのままだった。家は完璧に整っており、乱された形跡はなかった。ドムのお気に入りのオーダーメイドスーツとリモアのスーツケースはなくなっていた。彼は確実に家にはいなかった。スマートマットレスが単に故障したのだろうか？まだ不安を抱えながら、プロパティマネージャーと一緒に建物のメインエントランスの監視カメラを確認することにした。外に出ようとすると、私たちのフロアを担当する清掃婦のマリアにぶつかった。アシュフォードさん、ご出張からお帰りになったんですか？私が少しお掃除に入りましょうかと彼女は丁寧に言った。助かるわ、マリア。ありがとう。マリアはシングルマザーで、娘を大学に行かせるために懸命に働いていた。私は彼女の状況を知っており、よく助けていた。彼女は感謝の気持ちから、週に一度、私たちの家を掃除することを申し出て、どんな報酬も頑なに断っていた。彼女がリビングの大理石の床をモップが消し始めるのを見ながら、私は何気なく尋ねた。マリア、ここ数日、誰か見知らぬ人がうちの部屋の出入りするのを見なかった？いいえ、見ていませんよ、奥様。教授用が講義に出られてからというもの何かあったんですか？彼女の突然の心配そうな表情を見て、私は何とかそっと笑った。いいえ、何も。ただ気になって。彼女が去る前に、私はドバイから持ち帰った高級なハンドクリームを彼女の手に握らせた。寒くなってきたし、彼女が肉体労働をしていることを思えば、使ってくれるだろうと思った。誰も入っていないなら、本当にマットレスの故障なのだろうか？しかし、この40万ドルのシステムが設置されてからまだミコゼしか経っていない。ハードウェアに問題があれば、メーカーに即座に通知が行き、現地修理のために私に連絡が来るはずだった。強力な除菌剤でマットレスを掃除し始めながら、その奇妙な出来事についてまだ頭が混乱していたとき、スマートロックの解錠音が鳴った。本物の恐怖が背筋を走った。隠れる間もなく、影が飛びかかってきて、私をベッドに押し倒した。サプライズ。ドミニックだった。動揺して彼を少し押し戻した。オーストラリアでの講義は丸1週間のはずだったのに。なんで早く帰ってきたの？君に会いたかったからさ、もちろん。彼は私の額に軽くキスをした。冗談はさておき、大学が僕にすぐ戻って大きな助成金申請の主導を頼んだんだ。アウトバックを早めに切り上げざるを得なかった。
彼の目は深く誠実で、忍び寄る不倫の疑いは揺らぎ始めた。ドミニックは彼の大学で最年少で最も称賛される教授典型的なハート、ブロッカーだった。ささやきや噂は聞いたことがあったが、彼の深く真摯な目を見るたびに疑いは消えていた。でも君も早く帰ってきたね、ダーリン。彼はそっと私の方を撫でた。ドバイで通知が来て、マットレスが激しく振動してるって。誰も家にいないはずだったから心配で。確認のために飛んできたの。ドミニックは私を胸に引き寄せた。ああ、あれはちょっとした技術的な不具合だったんだ。エンジニアがバックエンドからシステムをリモートで調整していたんだよ。彼の声は低く、安心させるような口調だった。君が仕事中だったから、わざわざ言わなかったんだ。彼はスマホで技術者の作業ログさえ見せた。私は長いため息をつき、ようやく心から笑みがこぼれた。しかし、後で夕食後、リビングのテレビをつけて洗練されたドラマをストリーミングしようとしたとき、再生履歴に2.5面、2.A ハーフ面が20エピソード分表示されていた。2. 重苦しい沈黙が長く続いた。やっとのことで私はドミニックに尋ねた。テレビ見たの？いや、ダーリン。リモコンを誤操作したんじゃない？その軽く取り合わないような返答は、私の心の結び目を危険なほどにぎゅっと締め上げた。連続ドラマの20エピソードは、その見知らぬ人が少なくとも10時間は私の家にいたことを意味する。なぜドミニックは私に嘘をついているのか？そして、どうやって誰かが防犯カメラに一度も映らずに10時間も滞在できるのか？私はおかしくなってしまったのか？幽霊なのか？もう一瞬もこの不確かさに耐えられなかった。私は管理事務所に急行し、セキュリティ責任者に外部廊下の映像を出すよう要求した。モニターの前に座り、苦痛に満ちた一コマ一コマを見た。それでも何もなかった。誰も私たちの部屋に入っていない。これはずっと中に隠れていた人間が出てくるホラー映画のようなシナリオなのか？録画をさらに1ヶ月遡り、目が真っ赤になるまで見たが、異常は何もなかった。疲れ果て、打ちひしがれて家によろめきながら戻った。ドムはそこに立っており、長い茎のバラの巨大な花束を持っていた。記念日おめでとう、僕の美しい愛しい人。僕がこれからもずっと愛し続ける唯一の女性。私は凍りついた。この騒動で、私はすっかり記念日を忘れていた。彼はそれから神秘的に花束からキーフォブを取り出し、私の手のひらに押し付けた。新品のランボルギーニウラカンダカスタムの鮮やかなバイオレット塗装。ミコゼ前に予約しておいたんだ。彼の目はキラキラと輝いていた。どんな嵐が来ようと、僕はいつもここ、君の隣にいるよ。彼のあまりにも優しく献身的な言葉に私の目は潤んだ。彼の温かい胸によりかかりながら自己嫌悪でいっぱいになった。私の夫は明らかに私を愛し大切にしているのに、ここにいる私は彼を疑い、幻影を追いかけている。謝らなければならないのは私の方だった。2.5面の主張はおそらくただの奇妙なエラーで、ソファのクッションにリモコンが挟まっていて、私が眠っている間にテレビがバックグラウンドで再生され続けたのかもしれない。言っておいで、ダーリン。中にちょっとしたサプライズを隠してあるんだ。試しに運転してみて。かすかな甘ったるい香りドムのいつものコロンではないが、車内に漂った。すると、車のナビゲーションシステムが起動し、ドムの魅力的で温かい声が車内に響いた。ハロー、ベイビードール、シートベルトを忘れずにね。前にある道がどうであれ、あなたの夫はいつも一緒だよ。彼の口調はとても親密で思いやりにあふれ、また涙がこぼれそうになった。ザプラザに行って。
私は記念日の贈り物をドミニックに買っていなかったので、すぐに彼に高価な腕時計を買うことに決めた。了解、ベイビードール。僕がずっと副操縦士になるよ。注意、まもなく私たちの最初のデートの場所、マックスウェルマナーステーキハウスに到着します。ドミニックの声は続いたが、私は凍りつき、ハンドルを握りしめた。私はステーキが嫌いだ。そして、私たちの最初のデートは決してマックスウェルマナーステーキハウスではない。ダウンタウンの小さな無名のジャズクラブだった。また、ドミニックは私をベイビードールと呼んだことは一度もない。絶対に。システムがまた不具合を起こしているのか？この車、最後に運転されたのはいつ？とナビゲーションシステムに尋ねた。ベイビードール、最後のトリップは2日前です。目的地、ザガレリア。私はすぐに車を引き裂き始めた。案の定だ。後部座席のシートの継ぎ目奥で使い古され破れたストッキングを一足見つけた。汚れていた。コンソールの小さな隠しコンパートメントには一握りの超薄型コンドーム、その下に潤滑剤のボトルと小さな電動のおもちゃが入っていた。3. ドミニックは浮気をしていた。そしてこの車、この贈り物は中古品で汚れたトロフィーを大それたジェスチャーのように見せかけようとしていたものだった。私は震えが止まらなかった。10年。私の全盛期の10年を完全に彼に捧げた。私は彼をすべてのものよりも大切にし、全身全霊で彼を愛してきた。そして彼はその愛を受け取り、裏切りによってそれを泥の中に踏みにじった。結婚式で交わした誓い一夫一夫の一生は今、吐き気を催すほど、下品に皮肉に感じられた。私は崩れ落ちすすり泣いた。内臓を揺さぶるような、心をかきむしられるような悲しみが、車を震わせた。少し落ち着きを取り戻した後、人脈の広い弁護士である友人に電話し、ストッキングとおもちゃを法医学的検査にすぐに送るよう手配した。証拠がゼロだとは信じたくなかった。ドムの愛人が本当に幽霊でない限りは。家に戻り、私は黙って入った。ドムが駆け寄り、わざとらしい情熱で私を抱きしめた。ダーリン、目が赤いよ。誰が君を怒らせたんだ？彼を押しのけ、無表情に一言、疲れたのと言った。彼はまた私の手を取ろうとした。ずいぶん長い間、親密じゃなかったね、ダーリン。ドムが重度のストレス障害を発症したと主張して以来、私たちは一緒に寝ていなかった。私はかつて彼の優しく、しつこい触れ方を愛していたが、今では彼を見るだけで嫌悪感でいっぱいになった。疑念を抱かせないように、私は小さく、疲れた笑顔を無理やり浮かべた。16時間のフライトだったから。今夜は別々に寝たいだけ。今度ね。ドミニックは一瞬不機嫌そうな顔をしたが、すぐに紛れもない安堵の表情に変わった。彼はただ素早くお休みと言っただけだった。翌日、私はランボルギーニを会社の本社に戻しに向かった。朝の定例会議を副社長に任せた後、自宅のメディアプレイヤーのバックエンドにログインした。トゥー&アハーフ面の再生時間が増えていた。彼はもう戻ってやっていた。待ちきれなかったのだ。私は複合施設に戻る道中、ずっとアクセルを踏み込んだ。エレベーターに乗りながら怒りを押し殺そうと努めた。今日こそ現場を抑えるつもりだった。スマートロックをひねった。ドミニックはリビングにいて、新しいオーダーメイドスーツを試着していた。彼は私を見て本当に驚いているようだった。ダーリン、なんで家にいるの？私は答えなかった。家を引き裂き、クッションをひっくり返し、ゴミ箱を空にした。台所のゴミまで捨てた。何もなかった。何かなくしたの？
探すの手伝うよと彼は尋ね、困惑が顔に刻まれていた。彼はとても説得力を持って当惑しているように見え、私はまた自分を疑いそうになった。湧き上がる怒りを抑え、無理やり笑顔を作った。いいえ。ただ今日、誰か来なかった？彼の目に困惑が深まった。一日中僕だけだったよ、ダーリン。まだあの浮気のことが心配なの？いいえ。でも、なんで今日大学にいないの？午後から学部全体の学術会議が予定されているんだ。私の視線は、化粧台の鏡の前に置かれたペンハリゴンのコロンのボトルに止まった。ドミニックはにっこり笑った。一番好きな妻に、キャンドルライトディナーでサプライズをしようと思ってたんだ。君がこの拡張の香りが好きだって一度言ってたよね。少しだけ先に見せようと思ったけど、サプライズは台無しだね。私はゆっくりとうなずき、それから謝った。今夜、緊急の取締役会があるの。一緒に食事に行けないわ。彼は、私が合成皮拡張の香料に重度のアレルギーがあるという事実を忘れているようだった。このコロンは私のためではない。彼の嘘を暴露はしなかった。去り際に私はテレビの上に手を置いた。かすかな温かみがそれを確証した。確かに誰かがここにいたのだ。地下駐車場から車を出したばかりの時、またマリアが歩道の脇にしゃがみ込み、朝食のブリトーを食べているのを見かけた。おはようございます、アシュフォードさん。ちょうど教授様と奥様に私の手作りのブリトーをお持ちしようと思っていたところです。私は笑いながら手を振って断った。マリア、また聞きたいんだけど。今朝、私のドアに誰か来なかった？彼女は眉を潜め、一生懸命考えた。何も見かけませんでしたよ。何か問題でも？マリアはそわそわと周りを見回し、それから身を乗り出して小声で言った。ドム教授よ、あなたとてもお疲れのようよ。この場所を浄化してもらうために、スピリチュアルなカウンセラーを探した方がいいかもしれませんよ。バックミラーをちらりと見た。ドムの裏切りの最初の兆し以来、きちんと眠れていなかった。侵入者が人間か幽霊か、まだわからなかった。突然、ドムの声が車のスピーカーから流れてきた。今日は雨だよ、ベイビードール。安全にね。僕の人生で最高の時に君に会えたことは、今までで一番素晴らしいことだった。吐き気を催した。私はマリアに何気ない質問をした。マリア、娘さんは今いくつなの？18歳と5ヶ月です、あの子は。18歳。僕の人生で最高の時とドミニックは言った。4。しかし、大学生年齢の子が私の豪邸に来てトゥー&アハーフ麺を一気見するのは非常に珍しい。マリアの娘、レキシーには会ったことがある。彼女は色黒の地味な女の子で少しそやな風貌で、見た目は母親よりも年上に見えるほどだった。ドムの普段の完璧な好みを考えると、その可能性はゼロだった。オフィスに戻り、私の頭はもう回転していた。どうしてドミニックはいつも私の動きを知っているのだろう？私の目はランボルギーニのキーフォブに落ちた。もし私がランボルギーニを運転しなければ、即座に不信感を示すことになる。しかし運転すれば、彼は車の GPS で私の位置をリアルタイムで追跡できる。ああ、私の甘くて賢い夫。ちょうど正午過ぎ、メディアプレイヤーの履歴がまた光ったトゥー&アハーフ面の新たな記録が。同時に自宅のスマートスピーカーが新しいデバイスに接続し、レトロで安っぽいラブソングの再生を始めた。私はもう一台の車ポルシェのキーをひったくり、アクセルを床まで踏み込んだ。今度こそ隠せないはずだ。予想通りだった。ドミニックは会議に出ていなかった。私は爆発しそうだったが、
彼は素早く振り返り、必死に指を唇に当ててシーッと合図した。彼のノートパソコンの画面には、数人の外国人学生がリモート講義のために接続されていた。ダーリン、どうして前もって電話してくれなかったの？会議はキャンセルになったの。今、オーストラリアの学生たちに教えてるんだ。彼は私を脇に引き寄せ、素早くキスをし、それから急いで書斎に戻った。今夜は素晴らしい夕食を作ってあげるよ。私は必死にまた家を探し回った。カーテンの後ろ、ベッドの下一本の迷い毛さえ見つけられなかった。腹を立ててオフィスに戻った。今度は自分の車を運転していた。どうして彼らはまだ私のスケジュールを知っていたのだろう？しかし、もうドムの無実を信じる気にはなれなかった。家は単純に綺麗すぎる。誰かが故意に隅々まで掃除したかのようだった。彼が自制できるとは思えなかった。午後は静かだったが、午後5時、ドムからメッセージが来た。帰ってくる？キャンドルライトディナー、準備できてるよ。これから2日間、大規模な商談会があるの。帰れないわ。彼はすぐに泣き顔の絵文字を送ってきた。しかし私は、ドミニックが有頂天になっていることを知っていた。今度は私が罠を仕掛ける番だ。翌晩、またドムからメッセージが来た。今夜は帰ってくる？すごく会いたいよ。私は笑いながら打ち返した。午後11時に香港行きのフライト。1週間行くわ。気をつけてね。ドム、わかった。君も気をつけてね。彼が心配すればするほど、彼は自分の日常に戻りたがっている。トゥーアンドアハーフメンの一気見も終わりに近づいていた。彼の愛人が今それをやめるとは思えなかった。今夜は現場を抑える絶好の機会だ。1時間後、スマートスピーカーが見知らぬモバイルデバイスに接続し、クラシックで心に響くデュエットの再生を始めた。私は鼻で笑った。レトロなラブソングを愛でるベイビードールか。私は立ち上がり、アプリが即座に更新された。トゥーアンドアハーフメンの最終話が再生中だった。私は会社のカメラマン、ティナを連れ、広報責任者に SNS ライブ配信の準備をさせた。もうプライドはどうでもよかった。その場でこの2人を暴露し、ネット全体に引き裂かせようと思った。しかし、寝室のドアを蹴破り、ティナがカメラと強力なライトを上げたとき、私は突然足を止めた。ちょうど同じ瞬間、ストッキングとおもちゃの法医学的検査結果が私のスマホに届いた。私の顔は真っ青になった。